皆さんこんにちは。このチャンネルを担当している助手のずんだもんです。前回の動画では第4章武道までお届けしました。皆さんはどのように感じられましたか？今回の動画では第5章桜からお届けします。本シリーズは日本を知るための解説であると同時に日本を理解するための入り口です。では日本文化を形作ってきたものの続きを見ていきましょう。それでは始めます。本日もよろしくお願いします。第5章桜。日本の春を象徴する花として桜は長い歴史の中で特別な意味を持ってきました。現在日本で最も広く知られている桜はソメイヨシノです。ソメイヨシノは江戸時代末期、現在の東京都豊島区駒込周辺で育成された園芸品種で、全て同じ遺伝子を持つ接ぎ木によるクローンであることが特徴です。そのため全国でほぼ同時期に一斉に咲き一斉に散るという現象が生まれました。この性質が近代以降の日本の春イコール桜という共通体験を強く形成しました。一方日本にはソメイヨシノ以外にも多様な桜があります。例えば山桜は日本古来の野生種で古典文学に多く登場します。葉と花が同時に出るため控えめで自然な美しさが特徴です。しだれ桜は枝が垂れ下がる姿が印象的で、京都の丸山公園や福島県三春町の三春滝桜が代表例です。また八重桜は花びらが多く華やかな見た目で比較的遅い時期まで鑑賞できます。桜の一般的な鑑賞時期は地域によって異なりますが、関東関西では3月下旬から4月上旬が平均的な開花時期です。九州では3月中旬、東北では4月中旬以降、北海道では5月初旬が目安となります。この北から南へ年に一度だけ移動する桜前線は日本独自の季節意識を象徴しています。花見の文化が広く一般に定着したのは江戸時代です。武士や庶民が共に桜を楽しむようになり、酒や食事を共にする現在の花見の原型が生まれました。近代以降、学校や河川敷、公園に桜が植えられたことで、桜は特定の階層のものではなく誰もが共有できる自然の風景となりました。桜は日本人にとって美しさだけでなく時間、共同体、人生の節目を意識させる存在です。その背景には品種の特性、歴史的な植栽政策、季節を重んじる生活文化が複合的に関わっています。桜文化は偶然生まれたものではなく、長い時間をかけて形成された日本社会の集団的な記憶と言えるでしょう。第6章富士山。信仰と観光の両面から見る日本の象徴。富士山は日本で最も高い山であると同時に古くから信仰の対象として特別な意味を持ってきました。火山である富士山は噴火への恐れと雄大な姿への崇敬が結びつき、自然そのものを神聖視する日本的な自然観を象徴しています。平安時代以降、富士山は和歌や絵画にたびたび登場し、遠くから拝む山として人々の心に刻まれてきました。江戸時代には富士講と呼ばれる信仰集団が広がります。富士講の人々は実際に山に登ることで心身を清め信仰を深めました。この登拝文化は現在の登山道や山小屋の原型にもつながっています。富士山は単なる自然ではなく信仰、修行、芸術が重なり合う文化的存在だったのです。こうした背景が評価され、2013年には富士山信仰の対象と芸術の源泉としてユネスコ世界文化遺産に登録されました。現代において富士山は日本を代表する観光地でもあります。登山、周辺観光、写真撮影など多くの観光客が国内外から訪れます。一方で人気の高まりは課題も生んでいます。登山道の混雑、ゴミ問題、
自然環境への負荷など観光公害が深刻化しているのも事実です。観光者として重要なのは訪れる側の責任を意識することではないでしょうか。決められた登山ルートを守る、ゴミを必ず持ち帰る、過度な軽装を避ける、地域のルールや静けさを尊重する、これらは特別なことではなく、富士山を信仰の対象として敬ってきた歴史を理解すれば自然と導かれる態度でしょう。富士山は見る人、登る人全てに開かれた存在である一方、守られるべき文化遺産でもあります。信仰の山としての歴史を踏まえ、未来の世代へ引き継ぐ視点を持つことが現代の私たちに求められています。第7章、和食、料亭文化に見る日本の美意識と思想。和食は日本の食文化を代表する存在として世界的に知られていますが、その中でも高級和食や料亭文化は日本独自の美意識と社会構造を色濃く反映しています。料亭は単に高価な料理を提供する場所ではなく、料理、空間、作法を通して日本文化そのものを体験する場として発展してきました。高級和食の基盤にあるのは季節を食べるという考え方です。旬の食材を最も美味しい時期に使い、味だけでなく色合いや香り、器との調和まで含めて一つの表現とします。春は桜や若竹、夏は涼を感じさせる盛り付け、秋は紅葉を思わせる色彩、冬は静けさを意識した構成など、料理は季節の物語を語ります。料亭文化は茶道の影響を強く受けています。一品ずつ供される懐石料理はもともと茶会でもてなしのために発展した形式で、量より質、豪華さより心配りを重視します。料理人の技術だけでなく、器の選定、部屋のしつらえ、庭の景色までが一体となり、総合芸術として完成します。また高級和食では作法や距離感も重要です。料理人が表に出過ぎず、客も過度な要求をしない、この控えめな関係性は日本社会に根付く不調和や察する文化を象徴しています。言葉で説明しすぎないこと自体が洗練とされる点は外国人にとって特に興味深い特徴でしょう。2013年、和食は自然の尊重を基盤とする食文化としてユネスコ無形文化遺産に登録されました。これは家庭料理だけでなく、長い時間をかけて磨かれてきた料亭文化や職人技も含めた評価です。現在では海外の高級レストランでも和食の思想が取り入れられ、日本の料理人が世界で活躍しています。また近年、京都や東京の一部の料亭において外国人客を受け入れる体制も整えられています。例えば京都では祇園や鴨川周辺の老舗料亭の中に英語での簡単な説明や予約対応を行い、和食の背景や作法を丁寧に伝える取り組みを進めている店があります。東京でも伝統的な懐石料理を提供しながら海外からの客に日本の食文化を紹介する料亭が増えています。こうした場所では単に料理を味わうだけでなく、日本人が大切にしてきたおもてなしや間の感覚を実体験として学ぶことができます。高級和食は閉ざされた世界ではなく、理解しようとする人に対して静かに扉を開いている文化でもあるのです。高級和食と料亭文化は日本人の美意識、自然観、人間関係の在り方を映す鏡です。食事を通じて文化を理解する、それは日本を深く知るための最も静かで最も豊かな入り口の一つと言えるでしょう。和食は懐石料理や料亭に代表される高級文化として知られる一方で、近年訪日外国人が日本の食事に期待する内容は伝統的な日本料理から日本人が普段食べている味へと広がっています。あなたの好みはどうでしょうか。ランキング形式でご紹介しますね。1、不動の定番、寿司とラーメン。寿司は日本食の象徴として今なお高い期待を集めています。高級寿司店だけでなく、築地場外市場のような活気ある食の現場や回転寿司に代表されるカジュアルな形式も人気です。新鮮な食材、職人の手仕事、選ぶ楽しさが体験価値として評価されています。一方で近年特に満足度が高いとされるのがラーメンです。ラーメンは日本の食文化が庶民の創意工夫によって進化してきた象徴とも言えます。2、満足度が高まる肉料理文化。近年日本で最も印象に残
肉料理です。神戸ビーフに代表される霜降りの美しさや目の前で調理される演出性は味覚だけでなく視覚的体験としても高く評価されています。これは和食が必ずしも魚中心ではなく、素材の質と調理技術によって多様な表現を持つ文化であることを示しています。3、日本の日常食と B 級グルメ。さらに注目されているのが日本人の日常に根付いたカジュアルな和食です。天ぷら、とんかつ、唐揚げ、お好み焼き、たこ焼きといった粉物食文化、カレーライス、うどん、そば、おにぎりなどの家庭的な料理。これらは特別な料理ではなく、日本人が日常的に食べてきた味として外国人観光客の関心を集めているようです。今回の動画では第7章和食までご紹介しましたが、いかがでしたか？次回は第3弾として第8章からご紹介しますのでお楽しみに。この動画が皆さんの日本語学習と日本での生活の一助になれば嬉しいです。ぜひあなたの率直な意見や体験談をコメント欄で教えてください。この動画が面白かった、ためになったという方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。